塩と味の素ですね。あんまりチャーハン焼きすぎると水分が出るんで、最後にお酒と醤油を混ぜたやつを振ってでしっとりさせて、具材は木豚と玉ねぎと人参のみですね。チャーハンやっぱりちょっとくどいんでさっぱり食べてもらいたいというのもありまして、野菜を多めにうちはしっかり焼いて焦げることで玉ねぎの甘みが出るので、人参と玉ねぎを焼いたやつを入れてますね。ご飯はふっくら炊き上げるっていうことと、皆さん全卵を使うんですけど、うちはあえて目玉焼きを使ってチャーハンをやってますね。それぞれ卵黄と卵白の特性が違いますので、卵白は水分が多いんですけど、焼いた時にものすごい香りがいいんで、あと卵黄は生の状態にご飯に絡ませてあげて焼くことでパラパラに仕上がると。パラパラなチャーハン、しっとりチャーハン、香りの立ったチャーハンを作るためにあえて目玉焼きを焼いてうちのチャーハンを作ってますね。はい。18歳からこの業界に入って20年間修行を積んで、ホテルとか町場とかレストランとかあらゆる分野で修行を積んできた経緯もありますので、食材にもこだわって本格中華を皆さんの手の届くような価格、コスパのいい価格でご提供すればたくさんの人に喜んでいただけるんじゃないかなと思いまして、ここ上本町でお店をオープンすることができました。
般的に焼きそばって焼いた時に麺の歯切りがめっちゃ悪いんで、うちはあえて普通の麺じゃなくて細麺を使ってますね。でこの麺もお得意の業者さんの麺をもらってるんですけど、この麺が焼いた時にものすごいいい香りがするんで、風味がめちゃくちゃいいんで、はい、美味しく仕上がりますね。その辺はこだわってますね。あんのこだわりは10種類以上の野菜、チンゲン菜であったりとか人参とかしめじ、ブロッコリー、3種類の海鮮のうまみを出すためにしっかり煮込んで、味がちゃんと凝縮した上でちゃんと固めてあんかけてますんで、ものすごいコクがあるあんに仕上がってますね。黒豆を発酵させて作ってるやつなんですね。本来こっちはこんな豆みたいな形のうちはこれを食べやすくするために小さく刻んで、砂糖とニンニクを入れて20分蒸した状態がこのポーチなんですね。これがうちの麻婆のベースになる12種類以上のスパイスを入れて作ってますんで、ものすごい香りが豊かだしコクがあって、唐辛子も韓国の唐辛子も入れてますんで、辛い中にも甘みがあるラー油で仕上がってますね。切り干しを使うことでしっかり煮込むと味がしっかり入っていきますので、あと食べた時の食感はものすごいので切り干しを使ってますね。切り方にもこだわりがあって、ひし形に切ることでうまみが入りやすい。作る前に沸かすことで中の豆腐の水が外に出るんで、その状態で煮込んであげると一旦水が出てるんで吸収するんで、味が染みやすくなりますね。はい。
そのオイスターソースを入れてるんですけども、最上級のリキッドのオイスターソースがありますので、ものすごいコクがあってまろやかなので美味しく仕上がってると思いますね。ピーマンを揚げた時に脂っこくなっちゃうんで、うちは揚げた後にしっかりスープとお湯でボイルして油を取って炒めることによってさっぱり仕上がったチンジャオロースになりますね。ふっくら炊き上がったお米の上に調味料、塩、味の素を入れます。テフランなんでそんなに油はいらないと思うんですけど、追いつかないんで。では目玉焼きを焼いていきます。卵白の特性は焼いた時に香りが立つので、あと卵黄は、生の状態で米に絡ませて火かけるとパラパラになる。その特性を生かして目玉焼きでやっていきますね。まずそれは、卵白をしっかり焼いて香りをつけていきます。しっかり卵白が焦げたのを確認した上でご飯を入れていきますね。でここで卵黄を潰してあげてご飯を入れます。あとは卵黄をご飯に絡ませるような感じで混ぜていきます。しっかり、絡ませることでご飯に卵黄がコーティングされてパラパラのチャーハンに仕上がりますので、しっかりコーティングさせてあげてください。で、家庭用は火が弱いんで、できる限り鍋は振らない方がいいですね。香りが立たないので美味しく仕上がらないので、こんな感じでご飯とフライパンがひっつけるような感じで焼いてあげてください。でフライパンにこうつけるような感じで混ぜながら炒めてあげると美味しいチャーハンに仕上がりますね。混ぜるのは材料を混ぜるような感じでいいと思います。鍋を振るのは醤油が混ざったやつよく混ぜてあげて香りも立ちますし、ふっくら仕上がります。でこれで出来上がりですね。いきます。盛り付けていきます。僕らはプロのガス使ってるんで火力がめちゃくちゃ強いんで、あんまり火にかけすぎると焦げちゃうんで振ってるんですけども、一般家庭だとほんま振らないぐらいでちょうどいいと思いますね。火力が弱いんでもう全然10倍20倍火力が強いんで、調味料なんですけど塩と味の素以外でこういうコンソメがあったら入れてあげたら、より味に深みが出て美味しく仕上がるんじゃないかなと思いますね。はい。全然いけるでしょ。ごめんなさい。6年目になる今も変わらずお客さんに愛されるお店へと変わることができました。それもひとえに自分自身の思い、コンセプト、理念がしっかりお客さんに伝わったんじゃないかなと思いまして、今後も、その思いをお客さんに守りつつ、より良いお店にするためにも日々努力を重ねていきたいなとは思いますね。